今回の動画はスズキジムニーの街乗りインプレッションをお届けしたいと思います。初めて引っ張り動画を撮ってみました。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回の動画が気に入ったらチャンネル登録とベルマークを押してもらうと次回の動画があなたの手元に届きます。インスタグラムやカーチューン、ツイッターなどの SNS もしています。愛車の紹介や次回撮影予定の動画の告知をしていますので、よかったらフォローしてみてください。では本編です。よろしくお願いします。はい、今からジムニーを街乗りで、行きたいと思います。では市街地コースと郊外コースを一緒に回っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。5月に入って結構暑くなってきましたね。神戸の観光市街地を回りつつポートアイランドの方に行って、郊外という見立てで走っていきたいと思います。でもう納車されてだいたいそうですね20日程度経ったかなというところで、いろいろ乗ってきて、ジムニーの良し悪しというか、乗っててこういう感じなんやっていうのをやっとちょっと理解しながら、使い勝手も含めていろいろ話していきたいなと思います。実際に乗っててなんですけども、なんか軽自動車やっていう風な感覚っていうのが意外とないなと思います。それは多分こういう革のステアリングだったり、握りとか、あと操作のハンドルの程よい重さというか、軽すぎず重すぎず、別に乗用車としての重さっていうのは十分感じ取れますので、そんなに不安を抱きながら軽だからっていうのはないなというふうに思います。あと駆動がリア駆動で通常僕の場合動いてるっていうことで、それが結構力強さっていうのはそこから来てるのかなと。後ろからの押し出し感っていうのはやっぱり乗ってて引っ張られてる感は特にないかなと思ってて、やっぱりその後ろから押し出される駆動っていうのがその走りに影響してるような印象は受けます。でこの車燃費のためにアイドリングストップは、ついていません。ちょっと今運転してて気になるのが、タコメーター周りが窓から入る光が少し反射して角度によってすごくテラテラする印象が実はあります。でそれについてはちょっとなんか施しがあってもいいんじゃないかなと思います。だからこういうメーターにあれですかね、ノングレアな表面の加工したようなパネルとかつけてもらうとありがたいかなというふうにも思います。で街中は基本的にはやっぱ D レンジでそのまま運転するんですけども、これ4速 AT でしてこう踏んでてこうギアがどんどん変わっていく感覚が一応味わえるんですけど、3速目に入ったぐらいの感覚がすごく長いなというふうに思います。だからその時に思ったのが、なるほど、マニュアル車の方が燃費が伸びやすい意味がそこにあるんじゃないかっていうふうにも感じました。どうしても3速目が長いとエンジンにかかるなんていうんですかね、負荷というか、そのギア比が長い分やっぱり4速目に入るその距離が伸びるような運転っていうのがちょっとしにくい印象はあります。ジムに乗ってて燃費のこと気にしてたらきりないとは思うので、あんまりそこはもう僕の中では重視してないかなと思います。あとエアコンなんですけども、吹き出しが前に4つ一応ありまして、オートで調整してくれるエアコンになってます。結構やっぱこのオートでエアコン調整してくれるのってありがたいですよね。いちいち風量をパチパチせんでも度合いをこう
自動で調整してくれるのはありがたいなというふうに感じております。もちろんこれ XC、XL の2つだけでしたかね。一番下のエントリーモデルはついてなかったと思います。はい、今ハーバーランド付近を走行しております。ちょうど今日が緊急事態宣言を解除されたハーバーランドとなります。そう言っても人通りがそんなに、平日なんでね、金曜日なんでそこまで多いような印象はありません。今信号2回か3回ほど引っかかりながら進んでましたけど、初速がしんどいという風な印象は特にありません。ただちょっと普段乗ってて、よく思うのがアクセルが普通の車に比べるとちょっと固めかなと思います。女性の人とかがもし乗った場合、普段乗る車に比べるとちょっと踏み込まないとというか、アクセルを押し込まないといけないなっていう印象はあるのかなと思います。すごく女性にも人気ある車なので、その辺もし買われた場合はその違和感っていうのはちょっと気にした方がいいのかなというふうには思います。あとこのジムニーの旋回能力って言えばいいんですかね、軽なんでもちろんよく曲がるんですけども、90度に曲がらなあかんようなところでハンドルを切りすぎるとなんかそれ以上に切ったような動きになるので、そこはちょっと気をつけないといけないなと思いました。はい、今ちょっと坂道なので踏み込んでます。今4400からギアが変わって、多分今4速目で3500ぐらいで動いてます。で、今70キロっていうところですかね。ここは一応バイパスの扱いになる制限速度、今見とったら50キロでしたね。ちょっと出しすぎかなと思います。今お通しで行きながら運転しています。で、街乗りしていて思うのが、結構窓が四角いので見切りも良いなというふうにも思います。ここのピラーもそんなに細長いんで幅があるような感じするんですけども、特に視覚を隠すような印象はないです。ただ窓から外出てるんで、できたらこことかなんか処理の仕方あったんじゃないかなとも思います。最近の車やったらここがちょっと三角窓とかになってると思うんですけど、でもこれせり出てるピラーなんで、垂直に近いピラーなんで、あんまり三角窓やっても面積がそんなに取れないかもしれないですね。でも外から見たらそれがあるとダサいかもしれないですね。この形がある意味ジムニーっていうキャラクターを生かす上で考えると、そういうところは言うのは筋違いかもしれません。合流が多いところに入ってきました。今多分4速目に入ってる状態で、回転数が2900ぐらいの、回転域で、そんなにエンジンに不安があるような音っていうのは特にはないんですけども、前にエンジンのスペースから出てくる音っていうのは最近になって思うのが、それなりに聞こえてくる車やなっていうのは思います。ただ声を張ってまで会話するようなことは特にはなかったですね。この間家族を乗せてちょっと一度買い物に出かけた時に会話するのに苦労したようなこととかは特にはなかったので、そこまで心配いらないのかなというふうにも思います。では今からポートアイランドの外回り走っていこうと思います。走ってる時に左足がオートマなんで、置く場所っていうのが外側になるんですけども、センターコンソール付近の膨らみがあるんで、左足の置き場がどうしてもちょっとブレーキ寄りに足先がなるんですけど、でできるだけあまり左足をそのブレーキ付近に置きたくないんで、
足をちょっと広げ気味で膝元を置くんですけど、その時センターコンソールの硬いところに膝がこうコツコツちょっと当たることがあるので、大柄な人にとってはそれが気になるかもしれないですね。パッドみたいな、なんかここはソフトパッドになってるとその辺は気にならないかもしれないですけど、そういうのはちょっとあるかもしれないですね。やっぱ CVT の車に僕もちょっと慣れ親しんでしまってるんで、4速 AT のギアが変わる感じっていうのが初めちょっと違和感逆にあって、今でもこの感覚が普通に今なっとるので、今となっては逆に分かりやすくて運転しやすいなっていうふうにも思います。まあ今ここは郊外という体で今走らせていただいております。まあ、この辺はもうほんま真っ平らな道なので、負荷もなく歯もなく、まあ運転しやすいなというふうにも感じます。ここはちょっとガタガタ道になるんですけども、ちょっとやっぱり背の高い車なんで、くぼみにあると一定速度で運転してるとちょっと持ってかれたりするような印象はあります。そうですね、今一定速度で60キロで、多分今4速目で回転数が安定してるのはだいたい3000ぐらいで安定してる状態になってます。で今大きなカーブに差し掛かってますけども、まあなんなく曲がってるなという感じになってます。だからブレーキについて今ちょっと意識的に緩めに踏みながら止まってみたんですけども、スーッと止まるブレーキっていうよりはまだこれ踏まなあかんか踏まなあかんか踏まなあかんか踏んでみた止まったみたいな、こうスーッと止まるっていうようなブレーキではないみたいですね。ちょっとパクッと食べるようなつまむようなブレーキの印象はあります。なので多分急ブレーキかけたらほんまにパクって噛んでギュッて止まるみたいな感じになると思うので、その辺気をつけながらブレーキ踏まなあかんのかなという風な印象もあります。軽やのにやっぱ無理して走ってるような印象ないんですよね。やっぱ車体が軽いっていうのもあって、あと一応ターボがついてるんで、どこまで回転したらそのターボがと出るのかなっていう風な気はするんですけど、なんか詳しい人おったら教えてほしいですけど、何回転からターボがこうと出てくるか、なんか吸気のマークがターボの吸気のマークがあるわけでもないので、ちょっとその辺がわからないんですよね。今前が空いてるんで踏んでみたいと思います。今なんかシュンって言った。今6000まで回した時にシュンって言いましたね。今2速入れてエンジンブレーキ1速をギュッて言った1速のエンジンブレーキ怖っ、こんなにかかるんですね。多分タイヤがキュッて言いましたね。まあ2速で1回減速するぐらいでちょうどいいと思います。でもこれマニュアルに乗ってみたかったな。これマニュアルで乗っとったらまた別の印象すげえ受けそうな車やなと思います。まあ、街中乗ってても乗りやすさについては特になんか見にくいとかそういうのはないですね。運転席側からしてもボンネット側の見切りもやっぱいいですし、気には特にはなんないですけど、ちょっと強いて言うならばワイパーが普通の車よりなんていうんですかね、ボディより離れた位置で止まっとるんですよ。それがちょうど今僕の目線からしたら左の角がちょっと若干隠れてるんですよ。それをどうかなって思ったらちょっと一瞬覗き込まないと見えないっていう風にも感じます。であとサイドミラーとかなんですけども、すごく大きいサイドミラーで見やすくなってます。でもちろん電動でサイドミラーの中の角度っていうのを決めることができるので、わざわざ降りて手動でやる必要はありません。まあでも普段走る時に四駆にする機会っていうのは特にないんやと思います。
ほんまオフィシャルで書いてるんですけど、ここにも実は書いてまして、乾燥した舗装面を 4WD で走行しないでください。駆動装置が損傷する恐れがあります。詳しくは取扱説明書をお読みくださいというふうに記述してますので、晴れの日に 4WD で走るなっていうことになります。前初インプレッションの動画撮った時にそのことをちょっと気づいてなくて、1回 4WD にして運転させてもらっとったんですけど、ちょこっとの間ですけど、かなり道路を掴むような走り方をするなっていうふうに思います。特にそれも計測の時になんていうんですか、道路を噛んでるようにグッて、なんていうんですか、足の指先に力が入りながら走ってるような感じで走ってるなという風な印象は受けました。そんだけ力強いっていうことと、あとこの車体の軽さも相まって、そのパワーが感じやすくなってるんやろうなという風にも思います。坂道を今登って再び神戸大橋を渡ります。今急に3速に戻って回転数がブーンと上がりだしましたね。この感じになるとちょっとマジ乗りで燃費が伸びにくいっていう風なことになるのかなという風には思います。ここでちょっと踏んでやって4速に入ると、逆に踏んでやった方がいいんやろうな。4速にパパンと気持ちよく運転できるかなと思います。やっぱハンドルが不安がないんですよね。軽やからすげえ不安感じとったんやけど、僕の中で一番このハンドルのフィーリングが好きですね。燃費は 13.1 キロになりました。一応こういう感じの街乗り走行という風にレビューさせていただきました。また今度は高速走行についてもいろいろ検証していきたいと思いますので、またその動画が上がった時には見ていただけたらなと思います。ぜひチャンネル登録をしていただくと、またあなたの手元にこの動画が届きますので、ぜひよろしくお願いします。では次回動画でお会いしましょう。